回の産業まとめ。トランプ大好き日本のメディア。バイデン大統領はどんな感じ？トランプ大統領最後の抵抗と選挙制度。皆さんご存知の通り、米国大統領選挙は大接戦の末、バイデン大統領候補が事実上当選を確定しました。日本中のメディアが楽しませてくれるトランプ大統領に注目しましたが、残念な結果に終わりましたね。メディアとしては話題提供のボリュームが格段に減るので残念極まりないでしょう。私はトランプ大統領が再選して欲しかったですね。経済政策のこともありますが、あれだけ赤裸々な大統領は日本にとってやりやすいです。オバマ前大統領は人格者だとして親しまれていますが、裏側でやっていることはいつものえぐい米国です。トランプ大統領は直線的というか明けっぴろげでわかりやすい。これがこれまでにない特徴だったと言えるかと思います。えぐいことをやっても悪びれずに堂々と自慢する。陰でこそこそやらないところを好意的に捉えていました。日本に対する圧力自体はほぼ変わらないとは思いますけどね。在日米軍の駐留経費についてはトランプ大統領が退任するなら増額を食い止められるかもしれませんね。逆に増額を拒否して米軍を削減し、国内の防衛費に回すというのも考え方だと思いますが、これは難しいんでしょうね。米軍への依存度を下げる良い機会になると思うんですけど、日本のメディアはトランプ大統領を問題視するふりだけ見せておきながら、結局は大々的に取り扱ってきたわけです。まあ一応米国大統領だから大っぴらには批判できないというのがあったのでしょうが、なんだかんだ言って数字のために重用していましたよね。あれはどうなのかと言いつつもとことん取り上げる。いつもの真っ当な報道機関コスプレですね。数字欲しいだけのくせに。彼を指して自国優先主義だとか差別主義者だとか言うなら習近平を攻撃しろっての。結局みんなうやむやですよ。米国大統領選挙は世界の関心事だとか言いながら、結局は人事のように扱っていると思いますけどね。結果見て騒いでるだけで。まあ、日本のメディアのうんざり話はこれくらいにしておきましょう。意外と接戦となりましたが、トランプ大統領が最初から真面目にやっていれば勝てたということかもしれませんね。バイデン候補を選んだというよりもトランプ大統領を選ばなかったという人の方が多かったようですね。バイデンはトランプじゃないから投票しただけという人も多かったようで、それなら上限線に投票してもよかったんじゃないの？ちょっと左翼すぎた？まあ結果的にどちらが大統領になっても一長一短というところで、バイデン大統領となってもそこそこだとは思います。感染症対策は少しまともになりますが、経済は減速するかもしれませんね。これについては経済軽視というよりは普通にバランス型なのだと思います。トランプ大統領が極端なだけで、来年からはワクチン接種も始まるでしょうから、結果を見てさすがバイデン大統領ということには単純にならないと思います。集団免疫も徐々についてきていることと思いますから。中国との対立についてですが、これについてはなんだかんだで軟着陸の方向に向かうと思います。トランプ大統領の中国批判は一部で無茶苦茶すぎましたが、それでも中国を強烈に叩こうという意思を示していました。私はその点についても支持しています。理屈や方法論はデタラメですが、中国はコテンパンに叩くべきです。バイデン大統領は強硬姿勢を見せるでしょうが、長続きしないと思いますね。だんだんうやむやになっていくでしょう。いくら選挙用に表面的な中国批判をしてもトランプとは根深さが違います。中国問題にかけるエネルギーが全く違う。生命力自体がやはり感じられないですよね。誰もバイデン氏が4年間務められると思っていないんだから。ハリス氏も小物感満載で、どこまで米国副大統領としてやっていけるのか見えませんね。おっとトランプ大統領の最後のあがきについて触れておきましょう。無駄でしょうけどやれることはやる。それでいいと思います。そもそも米国の選挙制度は100年以上前の伝統とやらを引きずっていて、改革自体が必要でしょう。未だに火曜日に投票する意味ある？選挙人制度って変じゃない？合衆国だからということで州ごとの独自ルールがあったりとか、今回の場合は郵便投票の扱いに大きな差がありました。もう時代が全く変わっているのだから、根本的な見直しをする必要があると思います。州ごとに選挙人を選ぶとか、普通に考えて意味わからないでしょ。いつのルールですか？
メディアもはっきりしないから選挙制度もうまく伝わっていないですが、結果として直接大統領を選んでいるわけではないです。直接選ぶようにすればいいのにねと思いますけどね。そうしたら面白くないって、なんじゃそりゃ。トランプさんダメだったんですか。残念です。白雪さん断然トランプ派だもんね。だって可愛いじゃないですか。小学生みたいで。エンターテイメント的要素で言えばダントツでしたね。バイデン氏はただのおじいちゃんだもんね。何か本当に寝ぼけているような感じですよね。お年寄りだし、あんなので大丈夫なの？あんなのって、勝利演説はまだしっかりしてたでしょ。まあ、普通。いつまで頑張れますかね？私はいつお亡くなりになるか心配してます。そんなに早く？いやいや、わかんないけどね。死ななくても職務に耐えられなくなるかもしれないし。健康チェックで引っかかったりして。まあ色々と不安だらけですよ、この先。ゆるりんは途中でトランプもうダメだって言ってましたよね。意外と善戦してヒヤヒヤしたけどね。トランプ支持の人たちが暴動を起こしそうで怖いですね。それだけ政治やトランプに対して熱心だということじゃないですかね。破壊行為はいただけませんが。日本じゃこんなこと起きないですよね。日本の政治家からしてエネルギーがないですもんね。日本の野党結集も全然見えてこない。小沢一郎と志位委員長が野党共闘だとか言ってたけど、赤旗以外は全く取り上げないしね。話題性のない二人だからじゃない？こんな調子だから、きっと次の選挙も盛り上がらないと思う。私はいつも仕方なく選挙に行ってます。ゆるりんがうるさいから。何それ？ゆるりんがうるさく言わなかったら行ってない。まあ、何か決める感が全くないしね。そう感じるのも仕方ないと思う。そういえば菅首相になった時、一部の女性が可愛いって言ってたけど、白雪さんどう思う？はあ？何が？全然可愛くない。キモい。あ、そこまで言わなくてもいいんだけど。それよりもトランプが可愛いっていうのもキモいと思うけど。あれは子供みたいだから。だだっこ。あれ扱いって、一応米国大統領だけど。遠くで見ているのにはちょうどいい感じ。自分の国じゃないしね。本当にもうダメなんですかね。もう4年続けてほしいですけど。ダメでしょ。でも見苦しく最後まであがけばいいと思う。ああいう負けを認めないところが面白い。面倒なだけだけどね。この前は久しぶりに2人で出かけましたね。集合時間8時半って早すぎない？スーパーが9時からだから仕方ない。で結局遅刻して8時50分出発だったけどね。ゆるりんの家は周りにスーパーだらけだね。何個くらいある？ざっと数えて10個、12個、そのくらいかな。すごいね。歩いて行ける範囲でってことでしょ？そうだね。だいたい行くところ決まってるけど。今回は私のためにブロッコリーと玉ねぎ買いに行ったね。最近ブロッコリー安いよね。大きめで。お店によっては小さいのもあるけど、今回のは安くてよかった。最近はずっと八百屋さんで B 級品買ってた。B 級品、何が違うの？茎があんまり枝分かれしてなくてちょっと小ぶりなんだけど安いの。それが好き。そんなのあるんだ。ところで帰りに買ったパンいまいちだったね。あれは失敗だった。もうあそこでは二度と買わない。そういえばさっきサミットの100円引きクーポン出てたけど行く？そんなにたびたび行けないって、めんどくさい。それじゃ、週末になったらまた誘うね。ダイエット。